あなたはこの殺人事件の遺体の隠し場所を当てられますか？遡ること11年前の2009年、アメリカ・コネチカット州にある名門大学、エール大学で非常に奇妙な殺人事件が発生したんです。被害者はエール大学の女子学生、アニー・レイさん24歳。彼女は9月8日、行方不明となってしまうんです。友人からの要請を受け、警察は直ちに捜査を開始。判明したのは、最後にアニーの姿が確認されたのは、エール大学のキャンパスということ。建物の中に入っていくところが防犯カメラに映っていたんです。さらに彼女が大学から出ていくところはカメラに映っていなかったため、大学内にいることは確実となりました。ところが大学内のどこを探してもアニーの姿は見つからないんです。一体どういうことなのでしょうか？そう、彼女は大学内で消えたんです。遺体が大学内で消失したアニー・レイ殺人事件。犯人は遺体をどこに隠したというのでしょうか？この事件の奇想天外な結末とは？オスオス、トリックアトリートケンちゃんです。どうも、トリックアトリート最後まで見てくれなきゃいたずらしちゃうぞ。キミヤミコです。いや結構きついね。いたずらしちゃうぞ。ね最高。本日はね、遺体のね隠し場所がね本当に奇想天外というね事件をね2つ紹介したいと思います。まず1つ目はアニー・レイ殺人事件という事件をね紹介していきたいと思います。消えたアニー・レイの行方。被害者となったアニーはアメリカ・コネチカット州ニューヘイブンにあるエール大学の院生、医学部薬理学部に在籍しており、研究棟室で研究に明け暮れる日々だったんです。彼女が行方不明となったのは2000年9月8日。冒頭でもお伝えしたんですが、大学に入っていくところが防犯カメラで確認され、その一方で出ていくところは映っていなかったんです。でもこれたまたま映ってなかったってことも考えられるんじゃん。まあ結構それ鋭い指摘ではあるんですけど、その可能性はね考えにくいんですよ。エール大学はセキュリティが超厳重。建物の周辺には大量の防犯カメラが、その数なんと75台。これほどの監視体制の中、カメラに映らずに大学を出入りすることは確実に不可能なんです。そこで警察はアニーの遺体は確実にエール大学内にあると断定し、捜査を開始します。大学を完全封鎖し、しらみつぶしに探していったんです。ですがどれだけ探そうとも全く見つからないんです。アニーは一体どこに隠されたのか。遺体細切れにしてトイレ流したりしたんじゃない？えぐいね、えぐいね、まあそれはないんですけど、まあヒントを言うとですね、今回の被害者の方のね体はねそのまま体がね何も切断されていない状態で見つかったというのがね、ちょっとヒントにはなるんですけど、遺体の発見には想像以上に時間がかかり、ようやく見つかったのが9月13日。奇しくもこの日はアニーが結婚式を挙げるはずの日だったんです。犯人は同じ研究室に勤務する研究員のレイモンド・クラーク24歳。動機は実験用のマウスの扱いが悪いことで腹を立てていた、または恋愛感情のもつれと考えられているんです。いやこれもう理由めちゃくちゃっすね、そして遺体の隠し場所なんですが、警察の読み通り正解はエール大学内ですが、大学内ならなぜすぐに見つからなかったのでしょうか？その理由は普通に捜査するだけでは絶対に見つけられない場所にあったからなんです。発覚したきっかけはその匂い。いくら周到に計画し思いもよらない隠し場所を思いついても、遺体の持つ強力な腐敗臭だけはなかなか隠しきれるものではなかったんです。警察はその匂いのする方向に向かい、とうとう遺体を探り当てることに成功。その場所は非常に意外なところだったんです。アニーの遺体の隠し場所、それはなんと壁の中だったんです。これは分かんなかった。殺害動機は子供みたいな感じだけど、アイデアがちょっとえぐい感じねこれね。よく思いつきますね、これ。ちなみにね、この事件の犯人は懲役44年の刑に処されています。次の事件はね、もっとこう隠し場所のね難易度は上がるんですけど、まずはね事件の概要から見ていきましょう。ティナ・ヘルマン一家殺人事件。遡ること10年前の2010年11月、アメリカ・オハイオ州に貧しいながらも幸せに暮らす一家がありました。ティナ・ヘルマン32歳は2人の子供を育てるシングルマザー。ソフトクリーム店で熱心に働きながら13歳の娘サラと11歳の息子コディを育てていたんです。しかし悲劇的な事件が彼らを襲います。2010年11月11日、ティナの職場の上司はたまたまティナの家を訪れました。そこで妙なものを目にするんです。それは結婚。さらにティナと2人の子供たちが家のどこにもいなかったんです。不審に思いすぐさま警察に連絡。一家は行方不明になったと判断され、直ちに捜査が始まりました。なんか難事件の予感がするわねこれ。
そうでもなくて、犯人自体はねあっさりとね見つかるんですよね。はい、ティナ・ヘルマンの家に到着した警察はそこで興味深いものを発見しました。それは防水シートと巨大な箱状のもの、そして頑丈なゴミ袋、まるで死体の遺棄に使いそうな道具。捜査官はそう推理したんです。そしてラッキーなことにこれらの道具は買い物袋に入っていました。買った場所は世界最大のスーパーウォルマート。そこで警察はこの家の近くにあるウォルマートを訪れ監視カメラを確認。その結果あっさりと犯人を突き止めました。その人物とはマシュー・ホフマン30歳無職の男。今回のね犯人見た目まあ普通なんですけど、アルゴメトリの中でもかなりサイコパスの方に分類されるし、ちょっと嘘みたいな話はねこの後ねどんどん続いていくんですよね。犯人がこのマシュー・ホフマンであることを突き止めた警察は即刻彼の家に向かいます。ドアを蹴破るようにして家の中に入りリビングに向かいました。するとそこには信じられない光景が。なんとリビングにあったのは大量の葉っぱ。葉っぱ？どういうこと？こいつねそういうやつなんですよ。警察は最初すでにティナ・ハーマン親子が殺害されており、彼女らの死体を隠すために大量の葉っぱがあるのだと思い込んでいました。ですがどうやらそういうわけではないんです。リビングには死体はなく、さらに別の部屋に行くとそこにも大量の葉っぱが。バスルームにはなんと葉っぱを入れた袋が100袋以上あったそうなんです。マジ意味わかんないんだけど、サイコパスなんてねもう一個あるんですよね。もうね怖い何、冷蔵庫の中にね、食材がね2つ入ってたんですけど、1つはアイスで、もう1つはねリスだった。キモ、何それ。主食はリスだったんですよ。いや絶対違うわ。いやでも本当にさらに警察が家の中に進んでいくと意外にも豪邸で地下室があったんです。悪い予感を覚えながらも地下室に入っていく警察。するとそこにも大量の葉っぱが。しかしよく見るとただ葉っぱが置いてあるだけではなく、それらはある形を成していたんです。葉っぱによって犯人のマシューが作ったもの、それはベッド。あんなちっちゃい葉っぱ何枚重ねたベッドになるの？まあね、実際ね1メートルがあったらしい。やば、めちゃくちゃ積み重なってんじゃない？クソ暇。そしてこのベッドにティナ・ハーマンの13歳の娘サラがいたんです。ところがティナとその11歳の息子コディはいなかったんです。何はともあれ警察はすぐにマシューを逮捕、そしてサラを保護しました。事情聴取の結果すでにティナとコディは殺害されていたことが発覚。マシューは仮釈放なしの終身刑を宣告されます。殺人と誘拐という犯罪の残虐性もさることながら、この事件はマシューの葉っぱへの異常な執着が関心を呼びました。殺人事件の専門家や心理学者でさえ彼の精神構造は全くの不明と断定。マシューが葉っぱというものに何を見出してこのような行動を取ったのか、それは本人にしかわからないと評されたんです。その一方で一つだけ確実に言えることがあったんです。それはマシューが精神疾患を抱えていたということ。だろうな。理由は不明なんですが、葉っぱそして木というものになぜか安心感を見出していたと考えられるんです。無理、私ついていけないこれ。さっきも言った通りね、アルゴメトリの中でも結構なサイコパスの方でマシューのね近隣住民のね、証言によるとね、もうひたすらもう木をね愛してたそうなんですよ。消えた遺体の謎。ここでようやく本題に戻りましょう。今回の動画のテーマは遺体の隠し場所。サラは生きた状態で保護されたんですが、殺害されたティナとコディはマシューの家にはいなかったんです。そう、この2人の遺体はマシューによって隠されていたんです。誰も想像のつかない場所に。いや分かるわけないよ。何考えてるか分かんないんだよ。もうね冒頭でも言った通りね、もう全部ね出してますよ。ヒントも証拠もね。聞いたら絶対納得できるねある場所に隠されているんです。マシューから遺体の隠し場所を聞き出した警察は半信半疑でその場所に向かいます。着いた場所は森。そう、遺体の隠し場所はなんと木の中だったんです。習慣的に木と戯れていたマシューは空洞のある木を発見しました。ここが隠し場所として最適な場所だと考えたんです。遺体をバラバラにした後、木に登り空洞に向かって遺体を入れて隠したんです。この場所を選んだ理由はマシューが木に安心感を見出していたこととも関連していると考えられます。木が安心の象徴である彼にとって死者に安らぎを与えられるのは棺桶による土葬や火葬ではなく木の中に埋葬することだったのかもしれません。警察はこの隠し場所に関して本人から証言を得なければ絶対に見つけることができなかったと語っています。意外な場所に遺体が隠された今回の2つの事件、壁の中、木の中、その共通項は空洞。皆さんもぜひ身の回りの空洞がある場所にはお気をつけください。そこにはもしかしたらまだ発見されていない誰かの遺体が隠されているかもしれません。